全世界の Android ユーザーの皆様お待たせしました。ついに最強のスマートフォンジンバル、この Insta360 Flow2 Pro がですね、Android にフルに対応するようになりました。今回ジンバルのファームウェアの大幅なアップデートがありまして、こういった Android 携帯でもほぼ全ての機能が使えるようになりました。今日はその目玉となる機能をいくつか紹介したいと思います。でまずはこの Flow2 Pro の基本的な機能、どんなものなのかというのを紹介したいと思います。でまず起動なんですけど、このスマートフォンのクランプ、これマグネット式なんですが、これをスマートフォンにこんな感じで取り付けます。そしてそれをですね、ここにペタッとマグネットで貼り付けます。でこのアームを持って展開するとですね、もうすでにこれで電源が入りました。むちゃくちゃ簡単です。でさらにペアリングといって、このスマートフォンとジンバルを Bluetooth で接続してコントロールするようにできるんですけど、そのための作業も非常に簡単です。Insta360 のアプリを立ち上げて、ここに近づけるだけで、ここに NFC タグがあるので、近づけるだけで簡単に接続することができます。そしてマグネットで貼り付ければもう使うことができます。接続するといちいちスマートフォンの画面を触らなくても、このコントローラー部分で全てコントロールすることができるようになります。でジンバルの基本的な操作なんですけど、ここに真ん中にジョイスティックがあって、こういう感じで上下左右に動かすことができます。でさらにですね、周囲の部分がタッチセンサーになっていて、ここを回すことによってカメラの撮影モード、動画とか写真とかタイムシフトとか、そういったものをこう切り替えていくことができるようになっています。さらにこのタッチセンサーのところが4箇所押しボタンにもなっていて、例えば写真にしてこの赤いところを押すと、これで写真を撮ることができます。動画にすると動画の開始停止ができるようになっています。他にもいろんなモードがついています。例えばここはカメラの前後の切り替えができるようになっています。2回押すと縦撮りか横撮りの切り替えになっています。でさらにですね、ここがダイヤルになってるんですけど、ここは親指で操作することができます。これで各カメラを切り替えることができるようになっています。で背面にはトリガーボタンがついていて、2回クリックでセンタリングといってカメラを正面に向けることができます。で3回クリックで今度はカメラを反転させて自分の方に向けることができます。で今ちらっと見えてるんですけど、ここですね、この首の部分が伸びるようになっています。こういう感じで自撮り棒のように使うこともできるようになっています。下にはこういう感じで三脚ネジの穴もついているんですが、ここ足を引き出して三脚のように立てて使うこともできるようになっています。この Flow2 Pro はこの足が結構長くてしっかりしてますので、単体で使ってこういうふうに三脚として使っても結構安定しています。であとは基本的なこととして、ここに USB-C ポートがあって、ここで充電をすることができます。でここからスマートフォンにケーブルでつないでスマートフォンを充電するモバイルバッテリー的な使い方もできるようになっています。であとは外観上で言うとですね、透明の部品が使われていて中のモーターが見えたりとか、あとはですね、このアームに LED ランプがついていて、これで撮影中の状態が点滅して見えるようになっています。あとここにですね、自撮りミラー、これ非常にアナログなんですけど、背面のカメラを使うときは自分がどういうふうに映っているかってなかなか確認が難しいんですけど、この自撮りミラーを見ると自分がちゃんと映っているかどうかというのを確認することができるようになっています。あとはこれはオプションなんですけど、 AI トラッカーというのがありまして、ここに下の部分にカチッと取り付けて使います。これは AI トラッカーの機能もありますし、あとはですね、こういう感じで撮影時のライトとしても使うことができます。色温度と明るさをかなり細かく調整することができます。本体に関しては以上のような感じでしょうか。
でインスタ360のアプリも非常に多機能で、普通はこういったジンバルメーカーのアプリっていうのは本来のネイティブカメラですね、この例えばサムソンギャラクシー S26 でいうと、そのギャラクシーについてくるカメラアプリとかに比べるとかなりしょぼいというか機能が絞られているものが多いんですが、このインスタ360のアプリに関して言えば非常に高機能になっていて、ネイティブカメラとほとんど遜色なく使うことができるようになっています。あとは細かい機能もいろいろついていて、例えばここでジェスチャー操作をすることもできますし、ライブ配信とかされている方はカメラ目線を外さずにこういう原稿を読むことができるテレプロンプターのような機能もついています。他にもいっぱいついてるんでちょっと全てを紹介することはできないんですが、非常に多機能で完成度の高いアプリになっています。で次に今回のアップデートでこの Android スマホでも使えるようになった機能を紹介したいと思います。Android スマホといってもむちゃくちゃ種類がたくさんありますので、全てに当てはまるわけではないんですが、主だった機能がどの程度どの機種で使えるのかっていう表も用意されてますので、それも概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。で今回使用するのは Galaxy の S26 というスマホになります。今までもインスタ360のカメラアプリを使うとトラッキング機能っていうのは使うことができていました。こんな感じで例えば自撮りでも今ここ緑に光ってますけども、カメラが私に自動的についてきてるのが分かると思います。向こう側についてる背面カメラでも同じことができたんですけど、それが今まではこのインスタ360の純正アプリ限定だったんですね。それがですね、今回からこのネイティブカメラアプリなどでもできるようになりました。それにはこのさっきの AI トラッカーを使うんですが、それをですねこんな感じでまた接続します。そうするとですね、今これサムソンの純正カメラアプリなんですけど、この中で今このトリガーボタンを1回押すことによって今トラッキングが始まったのが分かると思います。枠とかは表示されないんですけど、私が動くとこういう感じでついてきます。でもちろんこれ私だけではなくて背面カメラで他の人を撮っている時にも使うことができます。でそれ以外にもこのブラックマジックデザインのブラックマジックカメラアプリっていうのがあるんですけど、これでも同じようなことができます。これもですねちょっとカメラを切り替えてインカメラにします。そうすると今私が映ってるんですが、やはりこのブラックマジックカメラアプリの中でもこういう感じで追跡機能が使えるようになりました。で次なんですが、例えばこの Galaxy S26 にはこういう感じでカメラが3つ搭載されています。でこれら3つのカメラの光学性能を全てフルに活かしきるには、今までであればこのサムソンのギャラクシーについてくるカメラアプリ、ネイティブカメラアプリが一番良かったんですけど、今回からこのインスタ360のカメラアプリを使ってもそれら全てのカメラの光学性能をフルに発揮できるようになっています。手ブレ補正もバッチリ効きますし、クロップとか、画面が小さくクロップされたりすることもあったんですが、そういったこともなくてフルにカメラ性能が活かせるようになっています。ここに 0.613 ってなってるんですけど、これもネイティブカメラアプリと同じような感じになっています。なのでこのインスタ360のカメラアプリを使っているからといって写り、画質などを妥協しなくても良くなったという感じです。じゃあ他にもこの Flow2 Pro に搭載されている面白い機能がいくつかありますので、それも紹介しておこうと思いますが、まずは360度無限パントラッキングといって、この横方向の回転がですね無限にできるんですね。これ結構できないのが多くて、例えば DJI の Osmo Mobile でも第7世代まではできなかったんですね。今回8になってできるようになってるんですけど、この Flow2 Pro も無限に回すことができます。なのでカメラの周りをぐるぐる、ジンバルの周りをぐる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 回りながら撮影するような時にも、ジンバルが止まってしまうことなくずっと追いかけ続けることができるようになっています。さらにですね、フリーティルトモードというのが搭載されているんですが、これは何かというとですね、これ今ここ映ってますけど、先ほどはこのパン方向だったんですけど、ティルトといってこの上下方向っていうのは、このスマートフォンのジンバルっていうのはこのアームの形状をコンパクトにするために上下方向の可動範囲がかなり狭いんですね。わかるでしょうか。ここからもうこれ以上上向かないんですね。
手をこういう風にすれば向くんですけど、で下方向もどんどん下に向けていってもうこれで止まりなんですね。手をこういう風に傾けるしかなかったんですけど、それがですねこのフリーティルトモードっていうのが搭載されたことによって変わっています。ここを引き出してでこうくるっと曲げるんですけど、さらにここを回します。そうするとですね、ちょっと見えるでしょうか、ちょっと変わった形になってるんですけど、でこの状態でアームをぐーっと回していってもスマートフォンは常に一定の角度、垂直が保たれているのが見えると思います。この機能がついてないとこんな感じで垂直を保てる幅が狭いんですね。でこれがあるとこんな感じのエレベーターショット的な映像とか上からのこの俯瞰撮影もスムーズに上下させることができます。これもこの無限にパンすることができるこのパンモーターを使って実現している機能になるんですが、こういうことができるスマホジンバルって他には多分ないんじゃないかなと思います。今一周して戻ってきましたが、ここにアイコンがあるんですけど、これがですね、これを使うとですね、全然関係のないスマートフォンを持ってきてこれをカメラアプリで読み取ります。そうするとこういう感じでブラウザが立ち上がって、もうここにですねこの今ジンバルに映っている映像が映ってるのが分かると思います。プレビューリモートのような感じで、こちらでこのスマホでこっちのジンバルに搭載されているカメラというかスマートフォンジンバルをコントロールすることができるようになっています。写真撮影とビデオ撮影の切り替えであるとか、ジンバルの上下方向の切り替えとか、そういったことができるようになっています。ここにもタイマー機能があったりとか、カメラを回転させたりとか、センタリングさせたりとか、特に専用のアプリなどを入れなくても、ここでジンバルをコントロールできる、こういうリモコン機能が搭載されています。でさらに別の機能として、ここにですね、パノラマ写真っていうのがあるんですが、これも結構すごくて、これちょっとカメラの搭載を変える必要があるんですが、指示通りにこういう感じでホルダーを逆付けして持ってきます。でこの状態で撮影します。そうするとですね、こんな感じで今どんどん撮影をしてるんですけど、360度全ての方向、上下左右前後を自動的に撮影していきます。インスタ360っていうのは360度カメラで有名なメーカーなので、ご存知の方多いと思うんですけど、360度カメラでしか撮れないような写真をこのモードを使うことによって撮影することができます。今真上を撮影してます。で撮影が終わったら自動的にその写真をステッチングといって全部つなぎ合わせてくれるんですね。かなりの枚数撮ったと思うんですけど、それを今つなぎ合わせる作業をしています。で出来上がった写真が今ここに出ています。こんな感じで全ての方向が映ってるのがこうぐるぐる回してみることができるんですけど、こういうことができるようになっています。360度カメラがないとできなかったことが簡単にできてしまいます。という感じでいろいろ見てきたんですけど、これ以外にも面白い機能がいっぱいあるんですけど、ちょっと長くなりすぎちゃいますのでこの辺にしておきたいと思います。この Flow2 Pro とか Flow2 の詳しいレビュー動画、他のジンバルとの比較動画などもアップロードしてありますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。最近のスマートフォンのカメラってむちゃくちゃ高画質化してますし、手ブレにも強くなってますので、今時こんなジンバルいるのかっていう話もあるんですけど、単なる手ブレを抑えるためだけのアイテムではなくて、自撮り棒的にも使えますし、こういう感じで三脚に立てて使うこともできますし、スマートフォンスタンドとしてウェブカメラのように使うこともできます。2万円ぐらいで購入できるアイテムとしてはむちゃくちゃ高機能なので、最近のこの高性能化したスマホの性能をフルに活かすためにも一つ持っておくと損はないんではないかと思います。詳しい情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方ぜひご覧になってください。当チャンネルでは様々なカメラやガジェットの紹介とか比較動画、さらにはレビュー動画なども投稿しています。関心のある方はぜひチャンネル登録の上、他の動画も見ていただけると嬉しいです。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。